空が青いなあ。タンス作ってんのか。はい、おはようございます。今日はですね、月曜日、早朝7時半前でございます。はい、ということで今日も寒い朝を迎えておりますが、前回引き続きこちらタンスですね。洋服ダンス、片面、両サイドの片面を、軽小パネルで、接着いたしましたので、今日は、ルーターで面を取ってからですね。はい、で、化粧パネルがですね、まだ、頼んで入荷してもらえませんので、ちょっとできるところまで今日はやっていきたいと思います。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月。はい、ということでね、今日もですね、寒い朝を迎えております。ただね、昼間はですね、なんか意外と暖かくなってきたのかなと、そんな春の予感をさせるような、陽気でございます。ということでね、今日もですね、洋服ダンスの方をやっていきたいと思います。はい、ということでね、前回まで、タンスの、側面ですね、カラベニアを貼りましたので、ルーターで、可動としてですね、はい、そして逆面を、カラベニアを貼ろうと思っておるんですが、その前にですね、スリーポール、ハンガーパイプっていうんですかね、これを、つけるですね、下地がですね、カラベニア貼ってしまうと、ちょっとわからなくなるので、その場所を確認してですね、ちょっと片方だけ、ポールをつけるですね、金具ですね、こちらを先につけていこうと思います。はい、こちら手元カメラで、ルーターで、稼働をとしていっております。そしてこちらがね、ハンガーポールの、金具になります。はい、こちらをですね取ってビスが入っているですねビニールの袋、これがですね開かないんですよ。年取るとね、手先がですねなんですかね、細かい作業ができなくなるっていうのを、若い頃お年寄りを見てですね、こんなの開かないんだなんて思ってたんですけど、実際私もなっちゃってきましたね。ほんとね、まずいですね、そろそろね。はい、細かい手先の細かい作業がですね、スナック菓子のを開封するのとかね、なんか袋を開ける系がですね、だんだんできなくなってきましたね。本当にね、びっくりでございます。はい、ということでね、下地がまだ見えるうちに片方をハンガーポールのブラケットをつけていきます。はい、ということでね、ハンガーポールをつけて、そして、片方だけね、
もう一度ポールをですね、立ち上がった時に、パイプカットしないといけないので、その長さを測らないといけないので、まず片方だけですね。で、寸法だけ出しておきます。そしてカラーベニヤを用意しまして、芯材が入っている部分だけを鉛筆で、墨出ししましてですね、そして接着剤を塗っていこうというふうに考えております。今これね、カラーベニヤ端材なんですけど、もう反っちゃってどうしようもないですね。これね、こんなに反っちゃうんですね。だから平置きしないといけないのかなと。ただ端材なんでね、平置きしてもねという感じで、こちらスプレーガンにですね、スプレーのりを入れまして、そしていよいよスプレーをしていこうという感じでございます。この辺もね、何度も、見られておると思いますので、ちょっとこの辺で久しぶりにチャット GPT4 オムニの話をちょっとしたいと思いますね。もう最近ちょっとあんまり騒がれなくなったというかですね、Google ジェミニも出てきまして、AI 系がですね、話題が少なくなってきたのかなと思いますけれども、一度はね、皆さんね、使ったことはあると思います。ただね、実際じゃあどうやって使ったらいいんだということで、一度使ったきりで、面白いで終わっちゃってる方も意外と多いのではないでしょうか。でね、私は結構使っておりましてね、どういうのに使ってるかと言いますとですね、最近だとですね、例えばインターネット接続、パソコンの話なんですけど、ネットワーク接続ができなくなっちゃったんですよね。パソコンとパソコン同士を、リンクさせて、A というパソコンのデータを、ネットワーク接続させて、でそこからコピーしたりですね、するっていうことが、できる、サービスが Windows にはついてるんですけれども、それがですね、突然なんかネットワーク、接続できなくなっちゃったんですよね。でそれで今までだとですね、Google 先生に聞いて、でそこに出てくる項目を、一個一個開いてですね、でこれ違う、これ違う、これそんな感じかなとかね、でその中に例えばYouTube のね、動画とかもあったりして、でその、項目を一個一個開いて、探し出したわけでございますが、これやっぱりね、ベニヤが反っちゃってるんで、今回はですね、万力というものを、総動員させましてですね、そして、貼り付けております。これ手元カメラで、貼っていく様子でございます。これ間違えるとね、もう二度と、剥がせませんので、慎重にやっております。でね、例えばパソコンの、トラブルとか、あとなんか仕様的なものとかですねはですね、結構チャット GPT に聞くとですね、3つ4つ改善策を提案してくれて、それをやると解決することが意外と多いです。やっぱり今までいちいちそのホームページに飛んで、そのやり方を、読んでやっていってとかね、YouTube でもそういう動画をですね、例えば10分20分の動画を最初から最後まで見なきゃいけないと、そういうちょっと時間がかかったもんですからね、チャット GPT-4 は、結構簡潔にですね、改善策を4、5個出してくれますね。で結構それで解決しちゃったりしております。だからあとなんかソフト的にね、
使い方がわからない、例えばなんかアプリ的なもので、どうやってログインしたらいいのかとか、どこどこの項目はどうしたらいいのかとか、そういうの聞くとですね、意外と、簡単に教えてくれますね、端的に。例えばですね、海外の支払いをするときに、私の銀行口座を登録するんですけども、結構ね、海外向けの銀行サービスってですね、めんどくさいんですよ。で、例えば口座名をカタカナの、半角で入力しないと、口座名が間違ってますみたいな感じでね、言われることがあったりしてですね、はい、でそういう時もチャット GPT4 に聞くとですね、カタカナで、半角で入れてくださいみたいな感じでね出てくるんで、いちいちその銀行のヘルプ画面とかを読むのではなく、チャット GPT の方に聞いております。チャット GPT4 は意外といろんなサービスのマニュアルを熟読して、分かって読んでおりますので、意外とですね、端的に、返してくれることが多いです。もちろんね、100% ではありません。たまにとんちんかんなねことを言ったりもします。ですから使えねえやって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、意外とですね、とんちんかんではないことを、言ってくれる確率もだいぶですね、最近学習してきて上がっておりますので、意外とそういう使い方をしております。そうすると結構早く答えが見つかります。はい、そしてこれ戻りまして、スプレーのりですね。はい、一回一回ですね、シンナーで、きれいに、掃除してですね、やっておかないとコチンカチンコチンコチンになってしまいますからね。はい、ということで次、図面とちょっとにらめっこしておりますが、カラベニアがね届かないので、さあ次どうしようと、前に進まないなというふうに考えてたんですが、じゃあそれだったらもう引き出しの箱を先にね、作っちゃおうということで、引き出しの、箱を作る寸法をですね、もう一度電卓で計算し直しましてですね、そしてその寸法に切って作っていこうということに思いつきました。ということでランバーコア材 15mm サブ6番をですね、作業台の方に載せまして、そして、寸法をですね、引き出しの寸法を、何度も確認してですね、ここでね、寸法間違うとですね、全部無駄になりますんでね、前も何度もやりましたけども、もったいないですからね、木がね、ということで寸法を確認しながらですね、やっていっております。それとね、最近ですね、ちょっといろいろ YouTube ネタ、そろそろ尽きてんじゃねえかなんて思われていらっしゃる視聴者の方いらっしゃると思うんですけれども、ところがどっこいですね、ちょっといろいろ YouTube ネタが浮かんできましてですね、次何やろうということで、非常にですね、いくつも浮かんできております。それはね、今後のお楽しみなんですございますが、今なんかたくさん浮かんでるのがですね、
まあちょっとした料理ネタなんですけども、まあ普通ではやらないような料理ネタをちょっとやっていこうかなというふうに思っております。はい、ヒントはね、今この画像の中に映っております。はい、ちょっとあるものを手に入れましてね、はい、それであるものを作っていこうかなというふうに考えておるわけでございます。でそれもね、結構手間がかかる料理でございましてね、まあ普通ではあんまりやらないかなと。ただまあ一部ねやってる YouTube でやってる方もいらっしゃいますのでね、あれなんですけども、はい、こちら手元カメラで丸ノコで、引き出しの側面を切っていっております。はい、そしたらね、長手方向が切れましたので、短手方向を、丸ノコ、作業台ですねで、切っていきます。それでね、まあ今後のねお楽しみなんでございますが、ちょっといろいろ料理ネタと、あとですね、そろそろですね、畑をですね、やろうというふうに思ってですね、前回画像載せたかな、ちょっと肥料をですね、10袋ぐらい買ってきまして、はい、それも、やっていこうと思っております。で、裏のね、おばちゃんのですね、親戚の方がですね、農家をやっておりまして、ちょっと農家のね、おっちゃんにですね、いろいろやり方を教えてもらってやろうかなというふうに思っております。まあ、もちろんプロなんでね、今まではですね、私素人の家庭菜園みたいなのね何回かやったことあるんですが、まあうまくいかなかったりね、いろいろきちんと育たなかったりですね、あまり、うまくはできてませんので、今回はですね、本当にプロの農家の方にね教えてもらいつつ、きちんと肥料をあげたり、水をあげたりですね、育てていこうかなというふうに考えております。でそろそろね、まあ春になるにつれですね、夏野菜もですね、植えていくということらしいので、はい、夏野菜は、春、まあ、もしくは冬にですね、植えていくということでございます。そうすると夏頃に収穫になるということでございますので、そちらもやっていこうかなと思います。はい、ということで引き出しの箱がね、側面が出来上がりましたので、こちらをタッカーでですね、はい、止めていきます。でこの時もね、長手を、片すのか短手を片すのかによってですね、板の厚みがありますので寸法が変わってきます。ですのでこの辺を間違えるとですね、はい、やり直しになってしまいますので、慎重にこの直角グランプを使いながらですね、はい、そして寸法も当たりながらですね、上が出るのか下が出るのか、どっちが勝つんだいみたいな感じでね、はい、それを慎重にやっていきます。前回ね、ここを直角で作らなかったもんですから、まあ、歪んで、ガタガタになってしまって入らないという状況に、PC デスクですね、PC デスクを作った時に、そのような形になって失敗してしまいましたので、
その辺はですね、フッツラボシャープ144、PC デスクを作っちゃおうシリーズということでね、もしご興味ある方は、ご覧になってください。過去動画になりますんでね。はい。こちらではですね、PC デスクに引き出しを作ったんですが、失敗してしまいましてですね、はい、結局引き出しつけずにですね、はい、終わったという、苦い思いがあります。ということでね、ちょっと引き出し物はトラウマなんでございますが、もう一度、チャレンジしてやっております。まあ、こちらもね、うまくいくのかどうか分かりませんけども、はい、こちらもタッカーを止めて底板ですね、これ、はい、やっていきます。これほんとね、タッカーもね、便利ですよね。今まで釘もしくはビスをですね、一本一本ね、打っていかなければなりませんでしたけれども、本当にパンパンパンとタッカーは打てるので、しかもですね、意外と頑丈でですね、奥まで、入って1回入れるとですね、なかなか抜けないっていうことになります。はい、ということで、本日はですね、以上となります。はい、これ箱が完成いたしました。ということでね、本日の作業は以上となります。見てください、これパイプベンチまで出して止めております。ありがとうございました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、タンスの、変わってねえじゃねえかよと思われるかもしれませんけど、ひっくり返して、そしてカラーベニアを接着いたしました。で、こちら、引き出しの方もね、作りました。で、ちょっと扉とかね、その他もろもろ作ろうと思ったんですけど、カラーベニアがちょっとまだ、入荷してませんので、はい、それが入り次第またやりたいと思います。ということで本日も以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑